届いた。これがサイラッシャーのソンダーっていうモデルで、これはね電動の折りたたみ自転車です。ずっと電動の折りたたみ自転車が僕持ってなくて、車にもね簡単に積むことができるのでずっと欲しかったんですけど、ついにやってきました。今日はこれを開封して組み立てていきたいと思います。これはなんか見たことある箱だな。ほっ、これが本体で、マニュアルと、組み立て方とかいろいろ書いてありますが、あとはツールキットですね。これちょっと後で開けますね。これは多分シートポストかな。おっ、このタイラップをねちょっと全部外していきますね。ここにマイナスドライバーとか突っ込んでやると結構簡単に外れる。これもう一回ね再利用できるんで、参考にしてください。これはもう開いていいのかな。ちょっとこのハンドルを先にやってみよう。どうやってやるの？なるほど。もういいのかな。簡単だね。あとはもう開くのかな。ここがねマグネットになってますね。折りたたんだ時に離れないように、なんか程よい感じのマグネットになってます。そしたらマグネットを外して、それでこのバッテリー兼シートポストをここに挿すと。で高さはここがマックスかな。でロックして、さらにここね鍵閉めれるっぽいですね。でこのシートポストのロックするところに鍵ついてて、でシートポストの高さを調整して、この状態だといつでも開けられるんだけど、ここを押すところがあって、ここを押すともう開かなくなりますね。でここに付属の鍵があるんで、これで開けると開くようになると。なるほど、これいいですね。でこのシートポストの下から電源コードみたいの出てるんで、これをここかな。OK。ツールキットの中身は鍵がついてます。Allenキー。でもAllenキー使わずに組み立てられましたね。空気入れとメガネスパナ、ペダル、ペダルで使うのかな。あとは充電器と。ペダルをつけよう。ちなみに自転車のペダルは右と左分かれてるので気をつけてください。これが左のペダルで、回す方向もね親切にここにね書いてありますね。これでペダルをつけて、ちょっと空気を入れる必要はあるけれども、もうほぼ終わりかな。もう乗れますね。っていうかめっちゃ質感いいな。すごいいいな。なんかこのハンドルも簡単にこう角度調整ができるようになっていて、あと変速ギアがシマノのソラがついてますね。9段変速とブレーキもねシマノですね。しかも前後
シマノのディスクブレーキです。ディスクブレーキ本当に嬉しいです。なんか日本のブランドの折りたたみ自転車って大体ねディスクブレーキじゃないんですよね。なんかママチャリと同じシステムのやつで、あれがね結構僕はあんま好きじゃないんで、ディスクブレーキはすごい嬉しいです。とこれはねリアはねサスペンションがついてますね。リアサスついてます。調整はできないっぽいですがリアサスがついてます。ヘッドライトも標準でついていて、リアにも LED ライトがついております。操作パネルのこのプラスボタンを2秒くらい長押しするとライトが点灯します。リアの LED ライトも同時に点灯します。あとすごいミニサイズのね可愛い荷台がついてますね。でマックス25キロって書いてあるんで、結構物乗っけても大丈夫ね。ネジ穴とかねいろいろついてるんで、カゴつけてもいいかもしれない。このシートポストの上に電源ボタンがありまして、ここを押してからここの電源ボタン長押しすると電源が入りまして、でスピードのモードが5段階ありますね。すごいシンプルです。ということで組み立て終わったのでちょっとね乗ってきたいと思うんですけど、その前になんかねとてもいいですねこれ。質感が泥よけもついてて、でしかもこのマットな感じがねめっちゃいいですね。そうであとねすごい細かいところなんですけど、ここロードバイクとかねマウンテンバイクとかもね値段が高いちゃんとしたやつはねこういう同じタイプなんですけど、このチューブの中にこのブレーキのケーブルとかこのシフトのギアのケーブルとかが全部ねこう入って、配線がねめっちゃすっきりしてるっていうので、このハンドルポスト、ここのハンドルポストだけじゃなくてちゃんとここのねメインのフレームの中にもちゃんとねコードが入ってすごいねすっきりするようになってて、これはね個人的には結構ポイント高いですね。ということで、試乗してきます。京都のこの街中を実際に走行してきたんですけど、サスペンションもついているので乗り心地はねかなり良かったですね。アシストは24キロに設定されているので、普通に漕いでて時速24キロを超えることは、下り坂じゃなければほとんどなかったですね。平坦な道だったら立ちこぎとかすればねこうやって24キロ以上は出たんですけど、結構大変でした。で乗ってて思ったのはハンドルが少し遠いので、人によってはねちょっと前傾姿勢気味になるかもしれないです。自転車のポジションのサイズ感は少し大きめなので買う時はちょっと注意してください。京都御所みたいなこういう砂利道も普通にねスムーズに走れました。少しガタつくようなこういう道路でも、リアサスついてるので乗り心地はね本当に良かったですね。お尻は痛くならないです。これくらいのオフロードでも、全然普通に走れますね。これくらいの道になると自転車自体よりも、乗る人の技量によるかもしれませんけど、走れなくもないです。このサイラッシャーのソンダー個人的に本当にかなり気に入っていて、今持っている二輪の乗り物を全部処分してもう1台同じものを購入しようかなと思っているくらいかなり気に入っております。なので、興味ある人は概要欄にリンク貼っておくのでチェックしてみてください。では。